幸せをもらったりしてっていうのがあって、でちょっとなんか自分も学生の頃を思い出して、なんていうんですか、なんかセンチメンタルな感じになってたんですよ。皆さんもなんか学生の頃の、恋愛って一つや二つあるじゃないですか。ごめんなさい、決めつけちゃってるんですけど、多分ある方もいらっしゃるじゃないですか。で自分にも、そういうのがあって、で学生の頃の恋愛ってなんか大人になってからの恋愛とはまたちょっと違うというか、なんか美化されて思い出としてなんか残ってるんですよ。っていうのもあって、ちょっと今日その学生の頃のちょっと恋愛話をちょっと思い出したので、それを今日は話していこうかなと思います。めちゃくちゃ自己満足というか、それを聞いて何なんだっていう話ではあるんですけど、もしちょっとお時間ある方は聞いてってください。そうですね、ちょっと学生修学旅行の深夜のノリ的な感じで聞いてってください。でちょっともう何年も前の話なので、そうメモをしてちょっと思い出して、こんなんなったなっていうのをちょっとこの前のパソコンにメモをしてきたので、ちょっとそれを見ながら今日は話します。で自分は中高一貫校に行ってて、で、なので中学高校と6年間ずっと同じメンバーだったんですよ。なんですけど、6年間ずっと同じだったにもかかわらず、6年目、その高校3年生の時に初めて同じクラスに、なった人も何人かいて、でそのうちの一人に、背は高めでいつも明るくて可愛いっていうよりかは綺麗めな子がいて、そんなにクラスとか学年で目立つタイプではないんですけど、なんか個人的に目が惹かれる子だったんですよ。その子がいたんですけど、それまで同じクラスじゃなかったので全然それまでは関わりがなくて、ほんと少し喋ったことがあるくらいで、そういうのもあって、だから同じクラスになったからとはいえ、そんなに最初のうちは喋ることもなくて、何かするときに喋るくらい、クラスでそれくらいの関係性だったんですよ。でもう高校3年生なので受験シーズンじゃないですか、一般的には。自分はもう部活を引退して6月くらいから本格的に勉強を始めていたんですけど、自分は放課後学校の図書館で勉強をずっとしてて、学校が閉まるまで勉強をして家に帰るっていう生活をずっとしていたんですね。である日、学校が閉まるから、その日も図書館で勉強していて、学校が閉まるタイミングで勉強を終えて家に帰るっていう時に、教室に忘れ物をしたのを思い出して、教室に取りに行ったんですよ。でそしたらその教室に電気がついてて、行ってみたら、そのちょっと個人的に目が惹かれる子が自分の席で一人で勉強をしていたんですね。で教室入って
話をしながら教室を出て、そのまま一緒に玄関まで行って、で帰り道の途中まで一緒に帰ってっていう風にしていたんですけど、その時にそのミセスの CD を貸してあげる、明日貸してあげるよっていう話をして帰ったんですね。でも自分は家帰ってからすぐバッグにミセスの CD を入れて、もう次の日の準備をしたんですけど、その時にやっぱその子とその日歩いて話しながら帰ったのが本当に楽しかったなっていう風にその時思ってて、そこであの子のこと好きなのかもって初めて気づいたんですよね。はい。でなんか次の日その、ミセスの CD を持って学校に行って、でなんか知らないんですけど、このミセスの CD を渡すのは放課後の帰るタイミングで、教室で2人になったタイミングだろうなっていう風に思ってたんですよ。 CD 渡すタイミングなんていつだってあるじゃないですか。なんか昼の休憩時間とか放課後すぐとかでもいいはずなのに、なんか帰る前の教室のあのタイミングで渡そうっていう風に決めていて、でその日も図書館で、いつも通り勉強をして、で帰る時に教室に行ったら、やっぱりその日もその子が教室で勉強をしていたんですね。で、もちろんちょっとその子がいない可能性もあったんで、教室に行く途中とかちょっとドキドキしてて、あの子いるかな、いるといいなっていう風にちょっとドキドキはしてたんですけど、行ったらその日もいてくれて、で教室で CD を貸したんですよ。でその日も音楽の話とかしながら途中まで一緒に帰って、でもうそれからは、自然ともう勉強して教室で会って一緒に帰るっていうのがもう毎日のルーティンじゃないですけど、もう毎日自然とそれをするようになっていって、特に用事がなくても。でも自分はその毎日のその15分くらいのその子と話す時間がもう一番の楽しみになってて、その時間のために毎日頑張って勉強してたって言ってももう過言ではないくらい、もうどんどん、そうですね、その子のことが好きになっていってたんですよね。でそれが高校3年生の7月とかだったんですけど、ちょうどその時期に地元の花火大会があって、受験生っていうのもあったんですけど、もうどうしてもその子と一緒にその花火大会に行きたくて、である日の帰り道に勇気を出して、今度の花火大会一緒に行かないって誘ったんですね。そしたらもうすぐ行きたいって返事をしてくれて、もちろんもう受験生だったから断られるかもしれないって思ってたんで、その OK を出してもらえてもうめちゃくちゃ嬉しくて、でもうその日からはその花火大会の日がもう待ち遠しくて、もう毎日カウントダウンですよね。花火大会あと何日何日ってもうカウントダウンをしていて、でその花火大会の日、その日はもう普段着ないようなちょっと背伸びした服を着て、で駅で待ち合わせだったんですけど、その子も駅に来て、で普段学校では制服姿しか見ないんで、
するじゃないですか。まさにそれでもういつもよりさらに可愛く見えて、で花火大会に行って一緒にかき氷買って食べたり、なんか場所を取ってどこで見ようとか話して場所取ってとかしてたんですけど、もう自分の頭の中にはもういつ告白しようっていうことしかもうなかったんですよ、その時は。やっぱり学生の頃花火大会に2人で行くってなったらもう結構一大イベントじゃないですか。やっぱ誘われた側もなんかわかんないですけど告白されるのかなとか少しはやっぱ思うじゃないですか、おそらく。まあその花火大会に来てくれるってだけで、まあ自分もその子から嫌われてはないんだろうなというか、まあ好意はあるんだろうなっていうふうには思ってたんですけど、なんかその告白をするタイミングにこだわっていて、花火が打ち終わって帰るタイミングかなとか、帰り道の道中がいいのかなとか、むしろ花火が上がってる最中もありなんじゃないかなとかでいろいろ考えていたら、もう花火が打ち終わっていて、でその流れで帰り道たわいもない話をしながら帰ってたら、もうすぐ駅に着いちゃって、そのままもう結局何も言えないまま家に帰っちゃったんですよ。もう本当に今も思うんですけど、本当にあの頃のなんですか、ブラウン少年は根性がなさすぎましたね。本当何してんだって言いたくなりますよね。もう結局告白できず、でもしかもなんですけど、その花火大会が夏休み前にその子に会える最後のタイミングで、もう次その子に会うのは夏休みの後だったんですよね。でも1ヶ月間その子に会えないっていうので、もう家帰ってから大反省会ですよ。もう自分の小ささに悲しくなりましたね、あの日は。もうあの日は勉強なんて手につかなかったですよ、本当に。いやもう受験生失格なんですけどね。でそこから、1ヶ月会えなかったんですけど、その子との LINE は毎日何通かはしてて、でただもう他はもうずっと勉強に没頭する日々でしたね。なんかその子のことを考えないようにするために勉強していたってくらい、もうなんか打ち込んでましたね。で、受験生の夏が終わって9月久しぶりに、学校に行って、もちろん、変わらず、その子も、いたんですけど、ただその夏休み前の日常が変わらずあるのかっていう不安はあったんですよ。っていうのもやっぱりちょっと期間が開くと環境の変化はあるじゃないですか。だから、その放課後教室で勉強しないようになっちゃうんじゃないかとか、なんか他の子も教室で勉強し始めるんじゃないかとかいやもっとめめしいんですけど、そういうなんか2人の時間がなくなるんじゃないかなっていう不安はあって、でその日も、自分はいつも通り図書館で勉強をしてて、帰るタイミングになって、でドキドキしながら教室に行ったら、その心配不安はもうなくて、教室に行ったらその子一人で教室で勉強してて、すごい安心したんですよ。で同世代の人は
ですけど、無事 OK がもらえて、その日から付き合い始めました。はい、あの時は嬉しかったですね。まあ受験生だったので、その時はまあそんなすごいデートとか休みの日行くとかはなくて、まあ日常に大きな変化はなかったんですけど、まあ強いて言えば少し帰り道、学校の帰り道に遠回りして帰って、まあ、ちょっとその話す時間が長くなったぐらいですかね。はい。で、お互い無事大学に合格して、まあ、高校卒業したんですけど、でもまあ大学が、その子は地元の大学で、自分は県外の大学で遠距離になっちゃったんですよ。で、まあ連絡はしていたんですけど、まあなかなか会う頻度も減っていって、まあちょっと遠距離は難しいなって思いました。長くは続きませんでしたね、大学生になってから。はい。っていう自分の学生の頃の恋愛話でした。はい、まあ、その時にお別れはしてるんですけど、まあなんか学生ならではっていう感じですよね。なんか自分で言うのもあれですけど、はい、ごめんなさい。完全に自己満足の雑談でした。最後まで聞いてくれてる人はいるんでしょうかはい、じゃあ今日はこんなところで雑談終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。